よし、やっと。この奥には投稿主が日々大切にしている宝が眠っている。パスワードか。だがモニターの付箋にパスワードが書いてあるのだよ。セキュリティがバス人。奪って投稿頻度を上げてやるぜ。俺はスーパーハッカー。完璧だ。間違えてますよ。スーパーハッカーさん。なかなか手強いな。これも付箋に書いてあるからいっか。だからセキュリティがバス人。さて、投稿主は毎日何を大切にしてるのかな。皆さんどうもこんにちは。宮野庭です。やっと完成しました。その名もクラフトセキュリティアドオンです。冒頭の茶番で見せた通り、パスワード入力画面を JSON-UI で作成しました。さらに過去の監視カメラアドオンとアイテムキーアドオンもパワーアップしてセットになったアドオンになってます。このアドオン一つでパスワードはもちろん、監視カメラも鍵の扉も作れてしまう。まさにセキュリティのためのアドオンになってます。ただ機能が多い分使い方も複雑になっていますので、この動画で詳しくご紹介しますね。まずはキーパッドの機能から。クリエイティブのアイテムの欄の一番下にあるよ。キーパッドは2種類作っておいたよ。設定のためにスパナも持っておこう。こんな感じで壁に向かって設置できるよ。プレイヤーの向いている方向で判断されるから、壁に向いて設置してね。デザインはこの2種類。機能は両方一緒だから好きな方を使ってね。では実際に設置して設定していこう。まずパスワードが設定されていない状態で触るとエラー画面が出てくるよ。設定画面を開くためにはスパナを持って触ってね。するとこんな画面が出てきます。まずは一番上の項目を開いてみよう。ここでは名前とパスワードとデザインと入力に必要なタグを設定できます。この中でも必須項目はパスワードだよ。とりあえずパスワードだけ設定して保存を押します。もうこれだけでパスワード入力画面は表示できます。なんだよ、見た目が違うじゃねえかと思ったそこの人、落ち着いてください。デザインを選択することでさっきみたいなキーパッド画面が表示できます。デザインは3種類あるよ。一番上から試していくね。これがキーパッドデフォルトのデザインです。もう一つのデザインも見てみましょう。これがキーパッドドットのデザインです。デフォルトは入力した数字が見えますが、ドットは見えないのが特徴です。パスワードに関しては文字制限は基本的な使い方なら気にしなくて大丈夫。使える文字に関してはデザインによって異なるよ。数字のみって書いてあるデザインは数字しか対応してないけど、制限なしのデザインは文字でも数字でも使えるよ。またもし今後アップデートで JSON-UI が使えなくなった時も制限なしだと使える可能性があるから、その意味もあって追加してあるよ。キーパッドの名前は通知する時に使われます。どこのキーパッドか分かりやすいのを設定してみてね。タグに関してはそのままで、ここに書いてあるタグがないと開きません。これでこのキーパッド自体の設定ができました。しかしこのままでは正解しても間違えても何も起こりません。その設定をやっていきましょう。そのためにはまず正解時のイベントと失敗時のイベントを設定してあげましょう。ここでは通知を送るか、そのメッセージと対象、コマンドを設定できます。メッセージは%がプレイヤー名になります。ドルマークがキーパッドの名前になります。テストをオンにするとどんなメッセージが届くのかテスト実行されます。失敗時も同じように設定します。もちろん通知とかコマンド実行がいらないって人はここは未入力でも大丈夫です。これで動作を試してみましょう。いい感じですね。では次にドアを開く設定をやっていきます。イベントを起こしたいブロックに向かってスパナを持ち、しゃがみながら右クリックします。そうすると座標が保存されます。ドアの上でも下でもどっちでも大丈夫です。そしたらイベント実行座標を開きます。座標を追加を押します。
ここではその座標に対して何を実行するかを詳しく設定できるよ。座標を覚えて入力でもいいけど、めんどくさいって人はさっきメモした座標がこの保存された座標の欄にあるから選択しよう。最後のが上に来ているよ。今回は正解時に開いて時間が経つと閉じるように設定するね。ここでドアを開くにしよう。下に行くと失敗時、遅延して実行1と2があるよ。今回はこの遅延1をドアを閉じるにして、遅延のティックを60にするよ。今回はイベント条件で成功時のみにしておくね。これで成功時のみ実行されるようになるよ。20ティックで1秒だから60ティックだと3秒だね。ちなみにイベントの種類はドアを開く、閉じる、反転する、インタラクトの許可、拒否、統治を設置して破壊が選べるよ。遅延2には見本としてコマンドだけ設定しておくね。こっちは100ティックにしておくよ。これで設定が追加されました。ちなみに開くと編集ができます。さてさて長々と設定していましたが、やってみましょう。すべて完璧ですね。さらにこのアドオンのすごいところはもう一つありますよ。反対側にもキーパッドを設置したい。でも設定が面倒。なんと設定のコピーができます。まずはコピーしたいキーパッドの座標を保存しましょう。ペーストしたいキーパッドを開いて設定の読み込みを押します。保存された座標で先ほどの座標を選択して送信すると確認画面が出ます。設定が全て上書きされるのでそれだけ注意してください。すると先ほど設定した設定が全て読み込まれます。褒めてください。ありがとうございます。でもまだまだ終わりません。なんとトラップドアも開けるようになっちゃってます。同じように設定します。もう泡を吹いて倒れてると思いますが、まだ終わりませんよ。このレバーを操作できなくして破壊できなくできたら素敵ですよね。はい、できます。スパナを持って破壊するとこんな画面が出てきます。ここでは破壊の可否、破壊を許可するタグまたはアイテム、失敗時と成功時のコマンド、さらにそれのインタラクト版も設定できます。最後の設定削除をオンにするとこのブロックの設定が消えます。これで破壊も操作もできなくなりました。これを使うと何ができるか。そうです。鍵付きチェストが簡単に作れます。設定方法もすごく簡単です。ちなみにタグとアイテムはどちらかの条件を満たしていた場合は成功します。息してますか？何のブロックでも設定できますよ。ラージチェストだけちょっとした問題があります。普通に設定をすると分かれちゃうんですよね。ですので注意点でもある技を逆手に取ります。これ実はブロックを破壊するとその座標に保存されていたデータを消してるんです。じゃないとどんどんデータが大きくなっていってしまいますからね。でももし間接的に破壊された場合はデータが消えません。つまりこうして松明などで設定しておいて下のブロックを壊すとデータが残っているということです。まあ破壊するとまた分かれるんですけどね。ですのでラージチェストだけは使わない方がいいでしょう。もう虫の息ですね。でもまだあります。正解時のイベントでインタラクトの許可をして遅延で拒否をするとパスワードで開くチェストもできてしまうんですよ。もう脱出マップこのアドオンで溢れないか心配ですね。保存された座標について追加で説明します。座標は10個まで保存できます。古いものから順番に消されていきますが、もし保存した座標を消したいときはリセットポスというタグをつけて座標保存してみてください。すると保存した座標データが消えます。パスワード入力画面について絶対に見てほしい説明です。実はこのアドオンを入れただけだと入力画面はこんな感じになります。
いちいち横から入ってきてやりにくいんです。これをどうやってさっきみたいにしてるのかというと、別のリソースパックを使ってます。これですの UI アニメリソースパックです。これを別のリソパとして配布してる理由ですが、他の UI のアニメーションも消してしまうからなんです。影響を受けるのはアドオンで追加するような画面の UI です。まずはリソパなしの通常です。これがリソパを入れた場合です。問題ないよって人は一緒に導入してご利用いただいた方がパスワード入力がやりやすくなります。続いて同梱された監視カメラの変更点です。まだ見ていない方は別の監視カメラ動画を見てからの方が分かりやすいです。まずカメラのスポーンアイテムが変更されました。このカメラアイというのが追加され、しゃがみながらこれを利用することでカメラを召喚するようになりました。以前のスポーンエッグは使えないので注意してください。またこのカメラアイは使用することでカメラの電源を手元で操作できるようになりました。こんな感じです。オンオフを忘れた時でも安心ですね。また監視カメラ画面で現在どのカメラを見ているかが表示されるようになりました。名前が設定されていない場合は座標が表示されます。また監視画面に移ってから3分間操作もなく同じ画面で放置された場合、ボタンが表示されずに取り残されている可能性があるので、緊急脱出システムが作動して戻るようになりました。その他 UI の微調整やシステムの軽量化が行われています。続いておまけの鍵の紹介です。先ほどもちらちら映ってましたが、この鉱石をモチーフにした鍵が追加されています。アドオンの利用規約に沿ってご自由にお使いください。さてアイテムキーの紹介です。以前他のアドオンとして出しましたが、様々なアイテムを鍵として登録できるアドオンですね。まず鍵の設定方法です。スパナを左手に持って、鍵にしたいアイテムを右手に持ってドアに触るだけです。するとこんな画面が出てくるので、下のボタンで鍵を登録、上のボタンで鍵の登録を削除します。これだけで扉が開くようになります。5秒で自動で閉じます。鍵は何個でも登録可能です。鍵の判定は名前と ID なので、同じアイテムでも名前が違うと違う鍵として扱われます。ちなみに素手でも登録可能なので、素手で開く鉄扉なんかも作れます。鉄のトラップドアにも対応していますので、様々な場面で活用してください。トロッコやトーチは使用していないので、スペースも余裕ができますね。さて要素としてはラストです。こちらもおまけですが、蛍光灯を追加しておきました。性質タブの下に追加されています。ダブルと普通のがありますが、違いを説明していきますね。まずこれがただの蛍光灯です。ブロックの真ん中に設置されるので、奇数のマスの天井なんかに合います。そしてこれが蛍光灯のオフバージョンです。これがダブルの蛍光灯です。ブロックの境目でちょうど合わさるようになっているので、偶数のマスの天井に合います。設置は少し癖がありますが、慣れれば簡単です。上に向いておくだけです。体の向きで決まります。ダブルの場合も同じです。こんな感じです。もちろんダブルのオフもあるので、良ければ建築で使ってください。さて長々とありがとうございました。最後にヘルプの使い方だけ紹介しておきます。うまく動かないとか、一旦データを消したいとか、そんな時に使えます。コマンドはこれですね。一番上がダイナミックプロパティを取得します。簡単に言うと見えないアドオンのデータを表示します。キーパッドのデータ削除はワールドのすべてのキーパッドのデータが消えます。ブレーク、インタラクトの削除はスパナで殴って設定したあれが消えます。アイテムキーはスパナを左手で持って設定したあれが消えます。
すごい技術力がある人向けですが、このコマンドでダイナミックプロパティの中身を見ることができます。特定のデータだけ消したい場合はこのコマンドで消せます。さて、長々とありがとうございました。すごく要素がたくさんあるのでバグがあるかもしれませんが、その時は優しくコメント欄やお問い合わせで教えてください。このアドオンを使用してワールドを配布するのは全然大丈夫ですが、配布の際に使用したアドオンとして記載だけお願いします。アドオンをワールドデータに含めて一緒に配布する形で大丈夫です。またアドオンはすごく開発に時間がかかっているものですので、応援メッセージや支援等いただけると今後の活動の励みになります。今後もいろんなアドオンやマップを作っていこうと考えていますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。